正規とはいえね、20年以上働いてた会社だよ。わかる。それがコロナであっさり契約切られて。わかるよ。業務委託のフードデリバリーで食いつないでたけど、体力的に長時間は働けなくてさ。わかるな。コロナが明けて人手不足だからって元の会社から声がかかったんだよ。悔しかったけど他に当てもなかったし、慣れてる仕事の方がいいと思って戻ったんだよ。わかるわ。そしたらどうだ、待遇が前より悪くなってやんの。もうやってらんないよ。20年のキャリアは白紙になって昨日今日入った新人と同じ条件だってさ。わかるわかる。もう全然使えない20代の新卒正社員に顎で使われてさ、私の方が仕事できるっつうの。わかる。ほんでそいつ私に何て言ったと思う？佐藤さんってなんで正社員にならないんですか？だってさ、それ言われた私の気持ちわかる？わかる。分かってくれて嬉しいよ。そりゃ痛いほどわかるよ。コロナの時に契約を切ったのは会社を守るためにしょうがなかったんだよね。そっちの気持ち？正社員を守るためにはまず非正規社員を切る。非正規とはいえ同じ社員だし団長の思いだったんじゃないのかな。そっちに感情移入しないで。再雇用の待遇が悪いのだって、そりゃ労働力はできるだけ安く確保したいわけでさ。私に寄り添ってこれといったスキルもない40代なんかより現時点で多少使えなくても20代新卒を正社員で雇いたい。その気持ちはわかるでしょ。わかる。分かってくれて嬉しいよ。いや違うだろ。違うの？違うだろ。違うだろ。豊田芽子。違うよ。違うの？違うよ。そんなつもりはないの？そんなつもりはないんです全然そんなつもりはないんです。豊田芽子じゃん。やらせないでよ。やんなきゃいいじゃん。促したじゃん。ごめん。まあ確かに就職氷河期とかもそうだけどさ、中年になってから過渡期を迎える世代は辛いよね。もうマジでわかるよ。本当に分かってる。わかるよ。私だって新卒で就職はできたけど、当時の上司からは今じゃ考えられないぐらいのパワハラ受けててさ、体育会系の職場だったから業績が悪いとビンタとか普通にあったからね。女子にも？上司からのパワハラに耐えて、取引先のおじさんとのデュエットに耐えながらなんとか会社にしがみついてさ。そうだったんだね。耐えてやっと出世できて、さあこれでやっと自分がやられてきたことを部下にできると思ったら今のコンプライアンス時代ですよ。私はね、豊田芽子さんにも憧れてるわけよ。使えない部下がいたら怒鳴り散らしたいじゃない。なんてこと言ってんの？パワハラとセクハラしたい。わかるでしょ？わからない。あとはデスクでタバコ吸いたいよね。わかるよ、佐藤の気持ち。本当にわかる。おお、やめて。全然分かってない。違うの？違うよ。私はね、社会に見捨てられて経済的にも精神的にも不安定な就職氷河期世代の未来を憂いてるんだよ。そんな風に思ってんの？そうだよ。私がこんな状況になったのは全部社会と時代のせいなんだよ。何もかも手遅れなんだよ。そんなことない。あんたに何がわかんのよ。わかる。社会は佐藤を見捨ててなんかいない。佐藤が弱音を吐いてる今だって偉い政治家の先生たちが就職氷河期世代を何とかしようと寝る間を惜しんで頑張ってんだよ。絶対何とかしてくれるよ。そっか、そうだよね。偉くて有能な政治家の先生たちが知恵を振り絞ってるんだもんね。そりゃあなんとかならないわけがないよね。私ももう一度信じてみるよ。明るい日本の未来に